ございます。ありがとうございます。私たちは新婚で無職になり、全国で美味しいものをたくさん食べながらハネムーンで日本一周をしている夫婦です。はい、ということで本日から15都道府県目、なんと大阪でございます。はい、ということでいきなりでもないか、まあでもちょっと飛ばしましたけど、大阪に来ました。なぜ京都や奈良を飛ばしてここまで来たかというと、じゃん。さあ、この色に見覚えありますか？ドラムロールしたのに回答を言わないっていう確かにそんなことありますかね。はい、というわけでですね、本日は大阪・関西万博に行っていこうと思います。急遽こちらに来ることにしました。当初の予定ではですね、10月ぐらいに来る予定だったんですよね。でもちょっとギリギリだなと思って。開催が10月の中旬までなんで、まあこのまま行くとちょっとギリギリすぎるなっていうところで、もう先に行ってしまおうと。そうですね。もう夏は北海道まで北上するんで、このタイミングで行くしかないということで急遽チケットを取って来ました。でですね、今ただいまの時刻7時前ですね。6時50分でございます。なのでこの朝の入園から、夜の退場まで、ちょっと一日を動画にしていきたいと思います。で我々ですね、直前にチケットを取ったもんで、何も予約ができていないということで、予約なしでも関西万博楽しめるのかっていうのもぜひぜひご覧いただければと思います。ということで早速電車に乗って会場に向かっていきたいと思います。行きましょう。レッツミャク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 ネイルミャクミャクネイルミャクミャクネイル。ということで我々西ゲートから今回入場になるので、シャトルバスで西ゲートに向かいます。で今桜島のシャトルバス乗り場にいます。8時台を取って、7時ぴったしぐらいに桜島駅着いたんですが、もうすでに人が並んでるということで、この時間でこんな並んでるってことは8時に来たりすると結構後ろの方になっちゃうんで、極力早めに行きましょう。バス乗るぞー。乗車。すごい、着いた。着きましたぜ。行くよ。行きましょう。すごい人だね。平日とは思えない。ということで、ゲート前に並んでますが、今ですね8時40分。これから多分開放されて手荷物検査やって入場って形ですね。暑い。やばい。今何度なんだろう。21度ですね。21度でもさ、直射日光こんな暑いんだね。やべえ、暑い。帽子とか日傘とかあった方がいいと思います。あった方がいいです。で今日の作戦としては、先にアメリカ館に行きます。で隣にフランス館があるので、アメリカ館がもうその時点でやばすぎたらもうフランス館に行きます。そう、アメリカ館は東ゲートにあるんですよ。で今西ゲートにいるんで、ちょっとゲートを選択ミスったんですけど、まあちょっと頑張って歩いていくと13分かかるんだよね。入ってくる。結構やばい。でもね、ちなみにバスで東ゲート通ってきたんですけど、東ゲートは多分もう5倍ぐらいいたよね。全然もうすごいだ。俺ら結構もう前の方なんだよね。東ゲートもう東ゲートもやばかった。もう何も並べないよもうみたいな感じだったの。なんか西ゲートは電車じゃ来れないんですよ。そう。バスとかタクシーとかね。どうやって来るかによってゲート変わるんで、そこも注意ですね。注意です。じゃあということでちょっと待ってきます。ありがとうございます。この先すぐに手荷物の検査が始まります。徐々に2列で並んでいただきます。さあ入りました。行きますよ。まず最初アメリカ館です。アホなんで東の方に向かいます。行きます。ということで、アメリカはもう1時間ぐらい待つそうなので、もっとだね多分ね、あの感じ。もう一回フランス行きますと。ありがとうございます。フランス行ってきます。すいません。汗だくです。大丈夫ですか？走ってないですよ。ちなみに走ってないですか？気持ちいつもより大股で歩いたぐらいで、そしたらもう汗びしょびしょ。日和がねスカートで来ちゃったからね。ということで、楽しんでいきましょう。でもそうフランス館も来たかったからね。初パビリオン行ってみましょう。やばい。めっちゃキラキラしてるよ。おお。すごい。
ごいよ。手作りしてる。そう、こういう作るところの映像とかが流れてるんだよね。全部ルイ・ヴィトンのトランクで。すごくない？これ全部だよ。すごいよ。すごい。樹齢2300年だって。すごい。やばくない？フランスから運ばれてきてるんです。そう。すごくない？若さの樹？若さの木？若さの木。若さの樹じゃねえの。若さの木だから若さはちょっともらっとこう。ということでですね、はい、ちょっと中人多すぎたんであんま喋って取れなかったんですけど、まずフランスは話題になってたルイ・ヴィトンのトランクのコーナーは本当迫力があって、すごかったね。カバンを作ってる映像とかも流れてて、で一つ一つ手作業なんで、すごいよね。手でやってるとびっくりした。そう、なんか塗ったりするところとか映像になってて、あ、こうやってできるんだっていうのが分かるよね。いや、すごい。あとはディオールか。だ結構衣装ができていく過程みたいなのをなんか並べてなんだろう、表現してるみたいな。すごかったね。でなんかフランスオープンした直後だと多分並ばずにそのまま入れるけども、出た瞬間はもうすごい並んでて、で朝一で来るのがやっぱおすすめですね。そう、私たちも待ち時間なしでそのままウォークスルーって感じで行けました。本当にそんな感じで行けました、ということで、お腹空いたので何か食べます。食べましょう。食べましょう。お腹空いた。お腹空いた。ということでですね、はい、お腹が空いたのでオーストラリアパビリオンのところでミートパイを買ってきました。はい、なんかオージービーフミートパイとかってあって、まあオーストラリアといえばオージービーフという。やばいよ。それではいただきます。はい、どうぞ召し上がれ。うまい。うまっ。なんかトロトロ。めっちゃうまいこれ。なんかパイがまずめっちゃうまい。パイの食感がでも厚めのパイで、パイに味付いてんのかなこれ。小麦の風味が結構強い。でなんかトロトロのルー入ってて、めっちゃうまいなこれ。これしみる。でいろんなね国のご飯が食べられるので、こういうのを挟みながら回っていきましょう。他にもいっぱい食べます。もういっぱい食べますよ今日は。はい。はい。オーストラリアです。はい。オーストラリア。オーストラリアも今予約なしで並んだんだけど10分ぐらいで入るね。すごい早い。意外と空いてましたね。すごいよ。うわーすげえ。なんか6種類の生き物がいらっしゃる。中にあ、すごいいるよ。ほらなんかいたよ。インコみたいな。あ、コアラ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 いるよ。コアラかわいいかわいいかわいい。はい、こっち見た。なんかオーストラリアは先住民のこう歴史がね、結構あるらしくて、こういう木にね彫刻みたいなのがあるんだけど、これもなんかその先住民の人が儀式とかで使った跡らしい。すごいね。リアルだ。忠実に再現してるよね。めっちゃリアル。すごいだから風がねあってこう木々が揺れてる感じがめっちゃリアル。めっちゃ木々揺れてんのよ。うわーすげえ。すごいオーストラリアの景色だ。うわーすごい綺麗。うわーすげえ。オーストラリアめちゃめちゃ良かった。めっちゃ良かった。景色めっちゃ綺麗で、映像の景色がすごい綺麗。まあ最初のその森ももちろんめちゃめちゃ綺麗で、癒し空間って感じで、でその後がもうとにかく映像が綺麗でうっとりしちゃったんですよ。いやもうオーストラリア行くわこれ。すごい海外力高まる。いやめちゃめちゃ良かったオーストラリア。しかもなんかすぐ入れてすぐ出るから、もう滞在時間も合計で20分ぐらいしかかかってない。並ぶのもいいんでめっちゃ良かった。いやめっちゃ良かった。さあ次のパビリオンも行きましょう。行きましょう。สวัสดีประเทศไทยไม่เป็นไรสบาย
がタイで料理ができるそうなのでやっていきます。はい。なんか料理を選んで、具材を選んで名前を付けるとここに反映されるらしいんです。じゃあ炒め料理にしましょう。美味しそう。ガパオっぽいのにします。肉を選べと。肉魚から選べんだ。牛だろ。いろいろあるね。いやー、ニンニクでしょ。ででん。うまそう。まそうなのができた。じゃあ名前はヒヨマンガイに出してきます。ヒヨマンガイ。いきます。はい。ピッ。こちらがヒヨマンガイです。何これ。何これ。何でしょう。シンガポール館のロティプカタシュガー味です。まあそう。なんかおやつ感覚で食べ始めますみたいな書いてあったね。食べてみましょう。いってらっしゃい。いただきます。うまっ。周りめっちゃサクサク、内側になるにつれてもちもち。砂糖中にめっちゃ入ってて、入ってるっていうかまぶしてあってうまい。うまっ。タイに近いかな。うまっ。ここからちょっといろんな国の飯食ってきますよ。はい。さあ、フィッシュ&チップスでございます。はい。さあ、タルタルソースがついていたのでそれをつけて食べましょう。はい。すごいテイクアウトと普通のレストランの方があって、レストランの方は2時間待ちとかだった。テイクアウトはもう10分ぐらいで出てきました。テイクアウトちなみに40分待ちって言って並んだんですけど10分だった。10分だった。ということでいただきます。はい。伸びた。うまっ。うまい。めっちゃうまい。衣パリパリで、中の魚なんだろうこれ、白身魚。白身魚でね。すごいふわふわ。うまっ。そしてあとポテトですよ。シュンが大好きなポテトですよ。俺といえばポテトでしょうということで。ポテトでいいわ。俺といえばポテト。そういうことです。ちょっと全然うまくいかない。はい。いただきます。どう？好きなポテト？大好き。太めで中芋ぎっしり。滑らかな芋が入ってて最高じゃん。最高。これめっちゃうまいな。これやばいね。やばい。食べよう食べよう。食べる。これも食べな。食べる。これむずい。あ、サクサク。私もいただきます。食べちゃっていい？めっちゃうまい。これやばいな。タルタルソースもうまくない？そう、タルタルがうまい。てかもうなんか全部のバランスが完璧すぎる。衣マジサクサクでさ、軽めだよね。軽め。薄めで。でもサクサク。イギリスといえばね、フィッシュ&チップスですから。初めて食べた。うまいね。めっちゃうまい。超好きだわこれ。はい。さあ、ひよりちゃんの英語でお買い物のコーナーです。英語のメニューしか置いてない。今クウェートに来たんですけども、英語のメニューしかなくて困ってます。さあ、食べ物はこれな。で、高いの頼んだらやばい。やばいよ。クロワッサン？はい。Hello。Donuts. Donuts are finished. Finish. Okay. じゃあこれ？どっち？チョコレート。チョコレート。チョコレート。One. Very well. ほぼ俺じゃん。言いたかったのに。ほぼ俺じゃん。言いたかった。あ、払って。払ってだ。Thank you. Okay, thank you. Every day. 変えたぜ。ギリギリだ。ギリギリすぎる。ギリギリすぎるって。600円したぜ。650円だぜ。ビビってるぜ。信じられねえぜ。650円だぜこれ。麻痺してるぜ。麻痺してるぜ本当に。おいちょっと。というわけでですね、チョコクロワッサンですね。要するにチョコクロワッサンですよ。チョコパインって書いてあったけどね。パインチョコレート。チョコパイみたいな。そう。いっちゃってください。なんかさ、パイしか食っとらんくね。確かに。パイしか食ってなくない？パイしか食ってないの俺が。じゃあいただきます。おいしい。上品なチョコレートですか？とっても上品。チョコあるとこすごいうまい。多分すごいいいチョコ使ってる。なんか甘くて美味しいからね。いいよね。日本語伝わらない感じ。マジで日本語伝わんなかった。海外来た感じがするよ。メニュー英語しかなかったもんね。
びっくりしちゃった。何書いてるか全然わかんない。うまい。さあこちらフランス館のサンドイッチです。はい、はい、モッツァレラバジルを注文しました。最高。すごいよ。バジルチキンとモッツァレラとトマトが入ってるね。さすがはフランスパンです。いいですか、食べて。いっちゃってください。いただきます。うまっ。トマトとバジルがめっちゃうまい。パンが好きな硬いパン。ああ、わかるよ。それをでふわっとチーズが香るのよ。最後に長くあるね。そう並ぶんですよこれ。普通の展示の列とまた別でこのパンの列ができてて、すごかったよ、人気で。さあということでただいま時刻15時でございます。で15時からですね、本日唯一予約できたパビリオンに行っていきたいと思います。命未来館ですかね。日本のパビリオンですね。なのかな、ちょっと行ってきましょう。はい、行ってきましょう。機械を持って入っていく感じです。イヤホンして説明聞けるらしい。すごいね。すごい。私は2000年に芸能界デビューしてさ、もうかれこれ75年この姿でこういう仕事をしてるわけだけど、今イメチェンをするのはありだと思いますか？はい、ということで、命の未来ですかね、行ってきましたけど、すごかったね。何ですかあれは。主には今から50年後の未来そうねのお話っていう感じだったね。そう、なんかアンドロイドに記憶を持たせて、今のままだと普通にね、寿命が来る、だけど未来はそれにアンドロイドに自分の記憶を持たせて、自分がいなくなった後も家族をアンドロイドが見守ってくれると。いやー、すごい未来になりますよ。よかったね。なんかあともうもう動き、もう現代でもアンドロイドのロボットたちの動きがリアルすぎて、マツコ・デラックスはすごいね。すごいね。50年後も仕事してるんだって。そう、本人じゃないけど意思はあるから本人みたいな感じでずっと仕事ができると。しかも今の姿で。すごいな。いや、面白かった。いや、めちゃめちゃ面白かった。すごい見応えあってよかったね。すごい希望が持てるね、未来。そうだね、面白い。なんかいろいろ考えさせられる展示ではありましたね。はい、ということで、一応本日の予約したパビリオンはこれだけなので、あとは時間いっぱいちょっといろんなパビリオンを回って、この後もちょっといろいろと動画撮っていきたいなと思います。はい、はい。世界は変化し、水位が上昇する。嵐は強まり、大地は干上がる。世界は容赦ない課題に直面するが、それでも私たちは立ち向かう。地球規模の課題には地球規模の解決策が求められる。だから今こそビジョンと技術、アイデアを結集し、コモングラウンドで創造しよう。共に未来を。日和が当日予約でオランダ館、ちょっと一人で行ってきてたので、行ってきました。お土産でワッフル買ってきてくれました。はい、いただきます。どうぞどうぞ。しっとり。しっとりなんだ。中しっとり。へえ。うまっ。なんかこの薄いワッフルめっちゃうまい。うちらがしてるワッフルじゃないよね。なんかキャラメルが多分中にかかって、どうやって作ってた？挟んでた？塗ってたよ多分。塗ってたのか。めっちゃうまっ。しゅんくんキャラメル好きだからね、絶対これ好きだろうなと思って。
買ってきてしまいました。今上でいろいろが今一人でオランダ館に行ってる間にフランス館のお土産屋さんだけ行ったんですけどクレジットしか使えないって言われまして、もうペイペイとスイカしかなかったんで買えないという。悲しい。ポストカードめっちゃ良かったのに。ショック。もうショックだよ。そういうことがあるのでクレジットカードを持っていきましょう。持っていくかとか言ってたのにね。よりがオランダ館行ってる間に、自分は一人でハンガリー館並んでて、めちゃめちゃ良かった。どうだった？なんか女性の人が一人で、ハンガリーの伝統舞踊みたいなの歌いながら踊って、すごい。それはほんと見るだけなんだけど、すごいめちゃめちゃ良かった。よりはオランダ館どうでした？オランダ館はオーブ一人ずつ持ってでなんかタッチして色変わったりして体験型で楽しくて、なんかシアターみたいなとこ入って、一人ずつ座ってちゃんと縁に座って頭つけられる系のシアター。すごい。そうでなんかその映像にもオーブが出てきてなんか一緒に持ってる感出たりとか、そうなんか最後はなんか輪っかの中に入って最初は普通のオーブ色だけどどんどん人が集まってくるとなんか点滅の感覚が一緒になって周りと、そうだから一緒にっていう、それはオランダからのメッセージらしい。なんかだからよかった、体験型って感じだったね。お互い良かったんじゃないですか。そうでも私はオランダに行きたかった一番の理由はオーブを持ったミッフィーちゃんのグッズが買えるって、それが欲しくて行ったんですけど、もう全然なかった。もうやっぱ人気で売り切れちゃうね。もう余裕でなかった。なんか気になったグッズって結構もう売り切れてるよね。コラボグッズみたいなのがもう全然ない。そう、あと私はたまごっちのコラボぬいぐるみが欲しかったんですよ。もうそれもゼロで。まあもうしょうがないですね、これ。もうね、5月も中旬なんでね、結構再入荷7月以降とか書いてあった。もうしょうがない。なので、グッズはお目当てのものは何も買えずです。もうあれですね、10月に北海道から多分下ってくるんで、その時にもう一回行きましょう。来なきゃいけない。結局。リベンジで行きましょう。間に合えば来ましょうか。はい。ご来場の皆様、こんにちは。イエ高度に発達したなんと素晴らしい国なんでしょう。さあダンスに挑戦。ダンス？あなたがダンス。もう来た。頑張って。お。なんかぎこちない。お、いいよ。なんか多いぞ。終わった。ナイスパフォーマンス。ナイスパフォーマンス。ナイスパフォーマンス。何してんの？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 景色が見える。景色が見えるの？前との景色が見える。めっちゃ綺麗。伝わるかなこれ。なんとなく伝わる？こうやって動かすとこうやってね。変わってくんだ。そうそう。なるほどね。動きするしかない。やば。なんか滑り台あるみたい。滑り台があるらしいから行こう。なんだクエートすごいね。滑り台があるらしい。クエート館は結構人気だって聞いてて、確かに面白いね。なんか回転がいっぱいでしたね。行ってきまーす。いらっしゃい。早っ。よっしゃ行こう。およ。早くね。めっちゃ急じゃない？めっちゃ早くない？すごい思った以上に急なんだけど。めっちゃ早い。びっくりしちゃった。最後にですね、デザートを食べに来ました。はい。そんでいかんっていう場所で、ジェラート屋さんで、スペシャルを頼みました。はい、何ですか？スペシャルって。スペシャル。何ですかこれは。私にもわかりません。成功。しかも味は食べてからお楽しみって書いてあったんで、食べてみなきゃわからない。
いっちゃってらしいですよ。青いただきます。何味？わかんない。マジで何味？ちょっと食べて。何味これ。いや、うまいんだけど。そう、美味しいんだけど、ちょっとずつ一回赤いきます。いきます。ベリー系だね。あ、ベリー系。青が謎だね。謎だね。分かった人いたら、コメント欄で教えてください。不思議ですね、これは。いいですね。というわけで、はい。今回の万博は以上となります。この後はですね、同じルートで帰ってきます。西ゲートから桜島駅までのバスに乗って、で、桜島駅から帰っていこうかなと思います。で、桜島駅まではもうバス、全然今の時間でも帰りのやつ、ギリギリでも取れるんで、はい。はい。皆さんご心配なくそちら。そう。帰りは全然取れるやつでも。取れる取れる。行きはちょっと本当に事前に取っとかないと乗れないけど。ということで、すみません。閉店時間だったので、急に出ちゃいました。はい。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。はい、この動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。そしてインスタグラムと X もやってますので、フォローお願いします。お願いします。予約方法ですとか、いろいろこうした方がいい、これはちょっと良くなかったなどの情報はこの後おまけで載せますので、そちらもご覧ください。ご覧ください。それではまた次回。バイバイ。大阪編続きまーす。続きまーす。ということで、はい。万博行ってきました。楽しかったね。楽しかったです。ちょっと疲れが取れなさすぎて、今、1週間後ぐらいもう別の県におりますが。はい。いろいろと流れをちゃんと説明してないなっていうことです。そうですね。チケットの取り方から、退園まで、ちょっといろいろ予約とか、そういうの難しいと思うので、まあ私たちはどうやって行ったのかっていうのをちょっと、簡単に説明させていただきます。はい。はい。ということでですね、我々が、まず万博に行った日がですね、5月の15日になります。で、チケットを取ったのが5月の5日でした。で、まずこの時点でですね、チケットが結構争奪戦というかもう、入れる時間帯が限られるような感じですね。チケットを取るのが、基本は多分ネットで、そのチケットも適当にポンって買うんじゃなくて、西ゲートと東ゲートがあって、その中でも入場時間が決まってるんだよね。そう、1時間ごと朝から決まってるんで。まず一番早いのが9時。そっから1時間ごと9時、10時、11時っていう風に決まってて、で、そっからゲートと時間を選んで取る感じになります。そうです。その中でも、混雑状況が書いてあって、もう完全に取れないのか、混雑していますなのか、まあ入れますよっていうのね。丸三角×っていう風になってて、三角か丸しかもう取れない。そうだね。で、我々は西ゲートの9時取ったんですけど、それもね、最初はなくてね。そう、ネットその5日の時点で見た時にはもうなくて、9時台は。諦めようと思ってたんですけど、結構1時間ないぐらいかな。1時間弱ぐらい、ずっと張ってて、キャンセル待ちを。で、そしたらたまたま、西ゲートの朝9時が2名、取れるようになってて、キャンセルが出て取れるようになってたので、で、そこで、パパパってやって、まあなんとか西ゲートの9時のチケットを取ることができました。私たちみたいにギリギリで取る人は、意外と粘ってれば開くよ。あ、そうです。意外と粘ってれば開きます。で、今言った東ゲートと西ゲートあるんですけど、それぞれちょっと特徴があって、東ゲートは広くて駅が近い。最寄り駅からすぐ行ける。だけど、めちゃめちゃ混むっていう。そう。で、電車で行く人、徒歩で行く人、自転車で行く人とかはもう東ゲートしか入れない。そう。で、西ゲートの方はもうタクシーとシャトルバスとかからじゃないと来れない。あと船かな。あと船もか。そうそうそう。なので行く手段によっても全然取り方が違うので、それもね、しっかり調べてからっていう感じですね。まあだから結局電車で会場まで行きたい人はもう東、でそれ以外の交通手段で行きたい人は西に行くっていうようなイメージです。で、西ゲートの方が空いてます。そう。西はやっぱりシャトルバスが8時台からしか動かないから、やっぱそれ以前はね、タクシーとかしか行けないから、それもあってやっぱそんなパンパンにはなってないんだよね、その実験では。なのでまあ比較的空いてるのは西かなっていうふうに思いました。はい、思いました。でですね、でここ今がチケット、まず入場チケットを取れたんですけど、今お話したように我々西ゲート
って行く手段を考えなきゃいけない方のゲートだったので、我々は桜島駅というところからのシャトルバスを予約しようとしました。で、チケット取った後にそのシャトルバスの予約サイトに行ったらもう空きがなかったという。でここでもまた1時間弱ぐらい、粘ってキャンセル待ちをしてなんとか2名分取れたという感じです。なので結局どっちもチケットがないからといって諦めるんじゃなくて、1時間ぐらいちょっと粘れば取れるかなというような感じですね。そうまあでも私たちがチケット取ってみた感じは東ゲートの方がチケット取りにくかったかな。取りにくい。全然西ゲートの方が取りやすいね。はい。そうはい。でまあシャトルバスも取れれば全然行きやすいので、はい。まあ西がおすすめかなとは今現段階では思いますね。思います。はい。すいません。ちょっと芝刈りが始まってはい、ちょっと聞き取りにくいと思うんで移動しました。はい、移動しました。で、どこまで話しましたっけね。多分チケットを取ったところですかね。バスのチケットまで取ったところまでお話ししたかと思います。バスのチケットが取れました。で、準備がそれで一応完了なんですけども。一応入れますね。はい、ここまでね。入るとこまで行けるんですけど、そこからパビリオンの予約、事前予約が始まります。で、ちょっとすみません。これスマホ見ながら話しますね。で、パビリオンの事前予約は、2ヶ月前抽選っていうのがあって、来場する3ヶ月前から2ヶ月前まで事前に申し込むことができる抽選会があります。で、我々チケット取った時にはもうこれは終わってます。ので、その次が7日前抽選というものがあります。これは予約した1ヶ月前から8日前まで。これ7日前なのに8日前までなんで。難しいんです。そう、これちょっと難しいんですけど、7日前まで申し込める抽選の機会があります。で、我々はこれは間に合ったので、これで、人気のパビリオン、大阪ヘルスケアとイタリア間の2つを予約を申し込みました。で、抽選は外れました。第5希望まで申し込めたので、その中でね、いろいろとね、はい。そう、やったんですけど、全部外れましたね。はい、外れました。はい、全外れ。で、その次にあるのが空き枠先着予約というやつですね。で、これは、来場日の3日前から、前日の朝9時まで申し込めますと。で、これは今までの全部の抽選の中で空き枠があったら、そこに、先着順で申し込めるよってやつで、で、我々日付が変わるときに、パソコン立ち上げて、で、粘ってたんですけど、30分前に入ろうとしたら、もうその時点でもう入れません。サーバーパンクして。そう、時点で多分2万人待ってますみたいな。そう、何人待ちとか出るんですけど、で、2万人待ってますで、入れる予定の時刻が12時40分とかで出てたんで、もうほぼ無理で、で、一応待って入ったんですけども、何もほぼ空いてないような状態。人気のやつはもう無理。だったね。まあ結局そこも私たちは一つも取れず。そう、取れず、なので当日はもう事前予約なしで、そうですね。向かうことになりました。はい。で、15日当日ですね。で、まず我々は桜島からのシャトルバスを予約していて、だけど我々車があるので、鯵川口駅の駐車場に車を止めてから、歩いて駅まで行って、でそこから桜島駅に向かう、というような流れで当日行きました。はい。それもなぜそこの駐車場を取ったかっていうのは、本当は万博にも駐車場があるんですけど、そこはね、予約制で3000円かかるんですよね。そう。まあ我々お金がないので、なので、その桜島から2駅先のその鯵川口から徒歩30分のところにある300円の駐車場を事前に予約して、そこに安かったのでそこに止めて30分歩いて駅に向かい、まあ2駅で着く。そういう流れになった。本当に何をしてるんでしょうかね。めっちゃ歩いたよ。でも2700円節約になったわけですから。いや、めちゃめちゃでかい。で、シャトルバスを8時のやつ予約してたんで、1時間前の7時に桜島に着くように、向かいました。で、桜島駅に着いてシャトルバスの列に並んで、だいたい我々一発目、8時台一発目のバスに乗って万博会場西ゲートに向かうことができました。で、シャトルバスは一応5分おきに運行してて、でそのバスもなんか6本同時にこう出る感じだよね。あ、そう。それが5分おきにどんどん進むっていう感じなんだけど、で、私たちはその最初の6本に乗れた。そう、一発目ってのはそういう意味です。最初の6本です。そう。で、それもね、1時間前に着いてギリギリそのね、一発目に乗れたんだけど、もう30分前とかなっちゃうとどんどん行列できて、いや、すごかった、本当に。そう。でも、それこそ8時台だからと思って8時ぴったりとか10分前とかに来た人はもう全然、もうすごい。もう全然後ろだよね。後ろの方で全然すぐ乗れる感じじゃなかったんで、まあ本当早く入りたいなっていう人は、本当にもう1時間前とか、それでもいっぱい前に人いっぱい、ねいたから、そう、余裕持って行った方がいいかなって思います。いや、本当そう思います。で、万博会場、西ゲートに着いて、9時入園だったので、それまでまあ列に並ぶっていう感じなんですけど、まあ、結構前の方だったよね。そうだね、まだ9時10分には入れたから。すいません、まだ混んでるんで、深く変わります。
で今9時10分に、入場してます。入場しました、はい、入園してから10分経つと当日予約っていうのがスマートフォンからできるようになるんですよ。で当日予約を、我々しようと思って、スマートフォンで見たんですけど、やっぱりみんなそれを貼ってるから、なかなか取れない。なんか三角になったと思って入っても結局タッチの差で負けちゃってとかがね多くて、結局ずっとやり続けてちゃんと2人で予約できたのは1個だけだもんね。そうだね、そうでなんか思ったのは、その2枚同時に予約することはできるんですけど、その人気のパビリオンとかは、そのキャンセルでポンって相手も1枠なんですよ、だから2名のチケットに申し込もうとするとご用意できませんっていう表示になっても参戦できない。なかなかね。そうですね。なんで日和の動画見てもらったら日和オランダ館1人で行ってるんですけど、もう1枚じゃないと取れないと思って自分がもうチケット1枚にしてオランダ館ずっと粘ってなんとかもうずっと本当やってたよね。本当にずっとやってた。やっててやっと取れたんで。なんか本当にどうしてもここだけは入りたいみたいなやつがあったらもう2人で行くこと諦めて。1人で取るのも作戦としてはある。そうだね。当日登録センターみたいな、機械がねあるんですよ会場にも。それでやればいいかなって言ってたんだけど、もう舐めてたよね。めっちゃ並んでる。であと当日予約は1個予約したらその予約時間になってパビリオンで体験するまで次の予約ができないんですよ、そうだからそれも当日予約空いたと思って夜の時間で取っちゃうとその夜の時間まで当日予約できないんで、そこも時間との兼ね合いも見て予約する必要があります、そうなんだよね。であと園内の回り方的にはやっぱ朝一は人気のパビリオン、自分たちが言ったようにアメリカとかフランスに行くのがいいかなと。で、あとはご飯とか、結構本当に並ぶんで、結構事前にご飯の目星をつけといた方がいいなと思いました。自分たち結構行ったり来たりして、時間を結構無駄に使ったなっていうイメージがあるんで。無駄に歩いて結構疲れたんで。だから目星つけるのと、あと体験しないと入れないレストランがあったりとか。でも普通にめっちゃ並んでるパビリオンだけど普通にレストランだけは空いてで入れるとか、結構場所によってそれぞれなので、その辺も目星つけながら先に確認した方がいいかなって思いますね。そうです。ご飯の位置とパビリオンの位置、この2つを目星つけとくのがおすすめです。はい。マップはもらえなくて当日ね。マップは200円で売ってるんですけど、それ買うんだったら自分でねサイトに PDF でねマップは載ってるので、それをコピーしていくのがおすすめなんですけど、私たちはA4 にねコピーして持ってったんですけど、細かすぎて全然わかんなくてだから最低でも A3 サイズを持っていくことをおすすめします。おすすめします。はい。で結構マーカーとかしてる人もいっぱいいたんで。いた。すごい。みんな事前準備すごかったよ。すごかった。もうちょっとこの事前にできることあったなっていうのは思ったんでね、これから行く人の参考に少しでもなれば嬉しいです。はい。で、帰りのバスはもう全然その場で取れるぐらいだったので、もうその場で9時台のバスのチケットをネットで取って西ゲートから同じように桜島に戻って、帰ったというような感じですかね。でも一応バスも予約しないでも乗れるんだけど、でも予約してる人と予約してない人で列が全然違くて、予約してる人の方が全然すぐ入れたし、でも多分本当5分前とかじゃ取れないんだよね。取れない。9時台に帰りたいんだったら8時台にチケット取るのがおすすめです。そしたらもう全然予約取れて割とすんなりバス乗れるんでね。はい。さあというような感じですかね。はい、ざっとそんな感じで長くなってしまいましたが、大体10日前でも一応回れるし、入ることはできるよというような感じですね。だから全然すごく楽しめたんですけど、もちろん事前にね早ければ早いほど準備ができると。本当に。とか調べておくに越したことはないと。はい、そんな感じです。そういう感じですね。はい。ということで参考になったでしょうか。少しでも参考になれば嬉しいですね。では皆様万博楽しんできてください。楽しんでください。はい。